もしあなたの通帳に、老後資金として2000万円と表示されていたら、少し安心するかもしれません。目標にしていた数字を達成して、ようやくこれで一息つける。老後の不安から解放される。そう期待している方も多いはずです。しかしここで注意が必要なのは、その2000万円が減っていないのに、買えるものだけが減っていくリスクがあることです。通帳の数字は変わらない。でもスーパーのレジでは前より支払い額が高い。電気代もガス代もじわじわ上がっていく。外食も旅行も病院代も。気がつけば以前より家計を重く圧迫している。つまり、お金の数字そのものは減っていないように見えて、あなたの暮らしの余裕だけが、静かに削られていく可能性があるのです。この違和感に気づかないまま、老後に1000万円あるからもう安心だ。そう考えて対策を止めてしまうと、いざという時に困るかもしれません。水曜日の夕方、1週間の折り返し地点で、少しお疲れのタイミングかと思います。そんな今夜だからこそ、世の中で語られる老後に1000万円問題の背景を読み解き、物価上昇という変化から、あなたの大切な資産をどう守っていくか、その具体的な設計図を共有したいと思います。この動画を最後まで見ていただければ、2000万円という数字への思い込みが見直され、50代の今から検討すべき、お金の守り方がはっきりとわかるはずです。極端な投資を進める動画ではありません。銀行預金の重要性を認めた上で、現金だけに偏るリスクを回避、無理なく資産を守りやすくする方法をお伝えします。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。今日お届けするお話は、老後に1000万円の穴。貯めたのに足りない。物価高で老後資金が目減りする50代の共通点についてです。まず最初に、老後に1000万円問題の本来の意味について、深掘りしていきましょう。老後に1000万円という言葉だけが、一人歩きしてしまっていますが、本来これは、すべての人に当てはまる共通の正解ではありません。この数字の根拠となったのは、2019年の金融庁の報告書です。高齢夫婦無職世帯において、毎月の家計が約5万円の赤字になり、それが30年続くと約2000万円不足するという試算でした。しかし現実はどうでしょうか。夫婦でもらえる年金が月に15万円ある家庭と、月15万円しかない家庭では、必要となる貯蓄額は違ってきます。持ち家で住宅ローンの支払いが終わっている家庭と、老後も家賃を払い続けなければならない家庭でも、家計の構造は大きく変わります。さらに、車が必要な地域に住んでいるか、親の介護費用がいつ発生するか、自分たちが病気になった時にどのくらいの医療費がかかるか、こうした個別の条件によって、老後に必要な金額は3000万円になることもあれば、1000万円で足りる場合もあります。つまり2000万円という数字は、誰かが決めた安心のゴールテープではなく、自分の家計の現実と向き合うための一つの目安に過ぎないのです。しかも、あの報告書が出された2019年と現在では、前提条件が大きく変わってしまいました。当時の試算は、物価がほとんど上がらない状況を前提にしていました。しかし今の日本は、物価上昇が続く新しい環境に入っています。総務省の消費者物価指数を見ても、私たちが日常的に購入するものの値段は、上昇傾向にあります。皆さんもスーパーに買い物に行けば、食料品や日用品の値段が、数年前とは違っているのを、肌で感じているはずです。ここからは、退職後の現実的なシミュレーションをお話しします。少し厳しい話かもしれませんが、非常に重要な場面を想像してみてください。あなたは65歳で定年退職を迎えました。通帳には目標だった老後資金2000万円が入っています。年金も予定通りもらえる。住宅ローンも無事に完済している。一見すると、安心できるリタイア生活のスタートです。しかし、退職して数年後、家の外壁の傷みが目立ち始め、
給湯器やエアトンも次々と寿命を迎えます。これでまとまった修繕費として数百万単位のお金が出ていきます。さらに物価高の影響で、毎月の食費や光熱費が退職直後よりも少しずつ上がっていきます。若い頃なら節約のために我慢できたことも、70代になれば話は別です。真夏の酷暑の中で冷房を我慢するのはリスクがあります。健康を維持するために、食生活の質を落としすぎるわけにもいきません。病院への通院回数や薬代の自己負担も年齢を重ねるごとに増えていく傾向があります。すると、最初は心の支えだった2000万円が想定を上回るペースで毎年取り崩されていくことになります。怖いのは、ある年にある日突然生活が立ち行かなくなることではありません。少しずつ自分たちの生活の選択肢が狭くなっていくことです。今年は旅行を諦めよう。外食の回数を減らそう。車の買い替えを先延ばしにしよう。医療や介護の選択肢も妥協したプランを選ばざるを得ない。こうして通帳の数字以上にあなたの老後の自由が静かに狭められていくリスクがあるのです。これがインフレ時代の老後のリアルです。お金はあるのに不安が消えないという苦しい状態に陥りやすくなります。では、インフレによる購買力の低下をもっとわかりやすい例で考えてみましょう。例えば以前は1万円札を1枚持っていれば、買えていた食料品が物価上昇が続くと、同じものを買うために1万2000円が必要になる日がやってきます。あるいは、以前は月に10万円で維持できていた生活レベルが25万円出さないと維持できなくなるかもしれません。この時、あなたの通帳にある2000万円という数字は変わっていません。しかしその2000万円で交換できる生活の質やサービスの量は小さくなっている可能性があります。銀行預金は名目上の数字を守るのには適した場所です。ペイオフの範囲内であれば保護されます。しかし、物価上昇という変化に対しては、ただ預けているだけでは、実質的な価値を守りきるのが難しくなります。ここで勘違いしないでいただきたいのは、現金を否定しているわけではないということです。むしろ老後の生活において、現金はとても重要です。急な病気、家族の介護、自宅の修繕、災害への備え、こうした予測できないトラブルが発生したとき、すぐに出し入れできる現金ほど頼りになるものはありません。現金があるという事実は、あなたのメンタルを安定させる大きな助けになります。しかし、老後資金のすべてを現金だけに置いておくということは、物価上昇に対して無防備になってしまう可能性があるのです。ここが今回の動画で、船長が最もお伝えしたいポイントです。ただし、ここで極端な行動に走るのは避けてください。この話を聞いて、銀行預金だけに頼るのはやめて、今すぐ全額投資に回そう、と焦ってしまうのは危険です。前半の最後に、後半までこの動画をしっかり見ていただく理由を、明確にお伝えしておきます。後半では、具体的に現金をいくら残し、どの部分を運用に振り分け、それを年金とどう組み合わせればいいのか、50代が今の生活を壊さずに、資産の実質的な価値を守りやすくするための、現実的な分け方を具体的にお話しします。ここを間違えて、インフレ対策のつもりで極端な投資に走ってしまうと、かえって老後資金をリスクにさらすことになります。正しい知識を持って、適切なバランスを見つけることこそが、あなたの航路を安定させる鍵になるのです。では、後半の内容に入っていきましょう。ここで多くの人が陥りやすい、2つの極端な間違いについて解説します。1つ目は、やはり投資は怖いからといって、老後資金のほぼ全額を銀行預金に置き続けることです。この場合、相場の変動で資産が減る心配は少ないかもしれません。しかし、物価上昇によって実質的な価値が
じわじわと削られるリスクを引き受けることになります。もう一つは、インフレが怖いからと焦って、日々の生活費まで含めて、新NISAや株式投資に回してしまうことです。この場合、相場が良い時は資産が増えて安心できるかもしれません。しかしもし、相場が下落したタイミングで、車の修理や急な入院が必要になったらどうでしょうか。価値が下がっているところで、資産を売却して、現金を作らざるを得なくなります。これも非常にリスクが高い行動です。つまり大切なのは、現金か投資かのどちらかを選ぶという、二択の思考を捨てることです。すぐ使うお金は現金で守る。当面使わないお金は時間を味方につけて運用する。この役割分担を、あなたの資産の中で、明確にルール化することこそが、50代からの資産防衛で重要な考え方なのです。では、具体的にどう分ければいいのか、解決策を3分類でお話しします。まず1つ目の分類は、生活防衛資金です。目安は、日々の生活費の半年から2年分です。これは投資に回さず、現金で残しておくべきお金です。病気や怪我で働けなくなったとき、家族にトラブルがあったとき、急な家の修繕が必要になったとき、すぐ使える現金があることは、あなたの老後の安心を支える土台になります。2つ目の分類は、5年以内に使う予定がある資金です。車の買い替え費用、自宅の大きなリフォーム、子供や孫への教育援助、そして数年分の生活費の補填分。こうした5年以内に使う予定のお金も、基本的には現金、あるいは個人向け国債のような、値動きの少ない安定した形で持っておくのが無難です。5年という期間は、投資の世界では短期間に分類されます。相場が下落した時に、回復を待てる時間が足りない可能性があるからです。そして最後に3つ目の分類が、10年以上使う予定がない長期資金です。ここが、新NISAなどを活用して、物価上昇に負けないように、資産を育てていくための候補になります。新NISAは、老後資金を守るための選択肢の一つです。ただし、新NISAを使えば安心というわけではありません。株式や投資信託には値動きがあります。短期的には下がることもあります。だからこそ、前の2つの分類、つまり生活防衛資金や5年以内の予定資金を、しっかりと現金で確保していることが、運用の大前提になるのです。新NISAの目的は、一発逆転を狙うことではありません。物価上昇に対して、あなたの老後資金の一部を働かせ、購買力を維持しやすくすることです。このように、お金を一つの塊として見るのではなく、使う時期ごとに分けること、今日使うお金、近い将来使うお金、遠い将来のために育てるお金、この3つに仕分けをするだけで、老後資金の守り方は大きく変わってきます。では、今日の動画を見た後、今夜からあなたは何を始めればいいのでしょうか。難しいことをする必要はありません。今からお伝えする3つのステップを試してみてください。まず、銀行口座にあるお金を今お伝えした3つの分類に分けて書き出してみてください。1つ目、半年から2年以内に必要な生活防衛資金。2つ目、5年以内に使う予定があるお金。3つ目、10年以上使わない可能性が高いお金。そして次に、年金定期便を確認して、将来の年金見込み額を把握してください。毎月の生活費がいくらで、年金でどこまでカバーできるのか、不足分を資産から毎月いくら取り崩す必要があるのか、ここまで見えるようになると、あなたの持っている2000万円という数字の意味が具体的になってきます。老後資金は、ただ貯めるだけでは守りきれない場合があります。見える化し、分けて、使う順番を決める。この3つのステップが、インフレ時代の資産防衛の第一歩です。それでは今日の重要なお話をまとめます。あなたがインフレから資産を守りやすくするために、
覚えて帰っていただきたいポイントは以下の4つです。1つ目、老後に1000万円は固定の正解ではなく、家族構成や健康状態によって変わる一つの目安に過ぎない。貯めた後の守り方を考えることが重要である。2つ目、全額を銀行預金のまま放置することは、物価上昇によって実質的な購買力が低下するリスクがある。名目の数字だけでなく実質の価値に目を向けること。3つ目、全額現金も、極端な全額投資も、どちらもリスクが高い。生活防衛資金と運用資産を明確に分ける役割分担が大切である。4つ目、年金の見込み額を確認し、現金と新NISAなどの運用を組み合わせた自分なりの取り崩し計画を立てること。守る設計を持つことが安心につながる。いかがだったでしょうか。長い年月、一生懸命働いて、節約や我慢を重ねて、ようやく積み上げてきた2000万円。その努力は、あなたの人生における大きな誇りです。だからこそ、その大切な資産を、インフレという変化に対して、無防備な状態のままにしておくのはもったいないことです。2000万円は、あなたの後悔のゴールではありません。ここから豊かな老後という海を渡っていくための大切な準備であり、新しい航海のスタートラインなのです。週の半ば、明日からもまた日常が続きますが、今夜だけは、副船長であるパートナーや、あるいはご自身一人で、静かにお金の置き場所を整理してみてください。その小さな行動が、10年後に10年後のあなたを守る、大きな助けになるはずです。今日のお話を聞いて、お金を3つに分ける方法を試してみます。年金定期便を探してみます。2000万あっても不安だった理由が分かりました。そう思えた方はぜひコメント欄で、皆さんの今の心境や、これからやってみようと思うことを教えてください。皆さんのリアルな声が、同じように航路を模索する仲間の大きな勇気になり、私の動画作りの一番の原動力になります。そしてこの動画が、皆さんのこれからの資産防衛や家族の幸せを守る、一つの重要な羅針盤になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援があるからこそ、私はこの航海を続けることができます。決して焦らず、正しい知識で資産の置き場所を整え、あなたの大切な資産と、これからの自由な時間を守っていきましょう。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。